はい、今日は八百屋が教えるカリカリ小梅の漬け方紹介していきます。夏場の塩分補給とかにね、これすごく使えるんで、作っておくとね便利かなと思います。今日の小梅、もう水につけてアク抜きしています。 500g 今日はね、使っていきます。1kg つける方2倍にしてもらえれば大丈夫なので、500g の分量今日はね基準にさせてください。アク抜きは一晩つけちゃうとこれ身がね今度柔らかく抜けてっちゃうんで、2時間ぐらいが限度かなと思います。そしてね、この黄色いのと緑が濃いやつ、これ結構混在してるかなと思います。真っ黄色のやつがもしあったらそれはね跳ねてください。もうカリカリにちょっとねなりにくい、もう熟しちゃって柔らかくなっちゃってるんで、カリカリにするならばやっぱねこの緑の濃いやつ、これがね、いいかなと思います。緑色の濃いやつアク抜き2時間、もうねやり終わりました。そして塩はミネラル分を含んだ塩、食塩ではなく、美味しいね、塩使ってください。それから塩の他に今日はにがりを使っていきます。カリカリ梅にする場合、一般的には卵の殻を使います。なんで使うかっていうと、柔らかくなってしまうペクチンという成分をカルシウムがね、結合して、抜けてくれるんですね。その分カリカリになるんです。要するにカルシウムが必要なので、にがり、ね、今日は入れていきます。にがりってマグネシウムなんですが、塩化カルシウムもねすごく含んでるんです。で、塩漬けなので、にがり、塩のね入った塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、この辺をね、入れていくともう一石二鳥かなと思います。卵アレルギーの方とか卵の殻ちょっと使うのねなんか抵抗があるって方いらっしゃると思いますんで、今日はね殻使わずににがりでやる方法を紹介させてもらいます。つける容器はジップロックで今日はね、やっていきます。簡単に。冷蔵庫で保管したいので、ジップロックがね瓶とかよりもガサばんなくていいかなと思います。そして消毒に焼酎、赤キャップのねこの宝焼酎25度、これねすごく便利なんで、殺菌消毒にね、すごく重宝します。1本ね買っておくとお酒飲まない方でも便利かなと思いますんで、青キャップと赤キャップ並んで売ってます。青い方は、アルコール度数20度です。でこの赤キャップの方は25度、度数が高いんでね、アルコール消毒のためなので度数高い方がいいかなと思いますんで、この赤キャップの方を買ってもらえればいいかなと思います。それでは、早速ね作っていきます。はい、まず小梅のね下処理です。今水につけてましたんで、キッチンペーパー等でね、水気を拭き取ってください。拭き取りながらヘタのところ、これをね、竹串です。これで、ピッとねすぐ取れます。これピッとこんな感じで、取りながら水を拭きながらヘタを取るっていうね、作業を最初やってください。もう一個一個このヘタを取るっていうの、小梅なんちっちゃいんですごい手間なんですが、ここが一番時間かかるかな。これね、やってもらえないとカリカリ梅食べるときにヘタがガリッとなりますんで、そういうことのないように、ヘタをねここで、しっかり取っていきます。はい、では水拭いてヘタ取り終わった小梅、大きめのねジップロック袋に入れていきます。はい、そしてここにね、最初に焼酎です。焼酎で、殺菌していきます。大さじ1杯分ぐらいが目安かなと思います。じゃじゃっと入れて封をしてね、振って、中でね、しっかりと全体に焼酎がコーティングされるようになってます。よし。そしたら、塩ですね。今回 500g の小梅に対して塩は 40g です。
そして、にがり。にがりは大さじ2杯。よいしょ。はい。これで OK。しっかりとここで塩を全体にまぶして、さらにね、1個ポイントなんですが、塩のこのつぶつぶで、この梅がね、傷つくように、ちょっとね、中で強くね、塩をこう揉み込んでやっていくといいんですね。そうすると、皮にね、少しこういい具合にこう傷がついて、梅酢の上がりが早くなります。これはね、濃いめ独特のやり方かなと思います。よし。よし。OK。したら、密閉して、こんな感じですね。本来であれば、重しをします。普通はね。ですが、重ししません。重しね、僕あんま好きじゃないんで、重ししないでもね、梅酢上がってきます。梅がね、なんか潰れちゃってかわいそうだなっていうのと、なんか繊維がね、潰れて、こう苦味とかえぐみ出てくるんじゃないかみたいなね、勝手なイメージがあるんで、僕は重ししません。重ししても大丈夫です。したい方は。だいたいこれ 500g だから、ペットボトル 500ml の1本2本ぐらいの重しで、梅酢上がってきたらね、重しする方は、上がってきたらもうね、重しは取ってください、すぐに。じゃないとね、潰れちゃいます。はい。ということで、こいつはね、冷蔵庫保存になります。梅酢上がってきても、全体をね、覆うような量を最初からね、ぶわっと出てこないと思いますんで、1日1回は、これ取り出して中をねこう混ぜて、やってもらえるとしっかりとね上がってくるかなと思います。それから、濃いめにこの赤いところこれね、この赤い色が梅酢に溶けて梅酢がねピンク色に色づきます。でこれは、最初に用意した濃梅の個体差によってピンク色濃かったりとか薄かったりとか全然ピンクにならなかったりとかいろいろあります。いろいろありますんで、その辺はね、最初のこの赤いところの色づき具合によって違うんだっていうところだけね、覚えておいてください。はい、そしたら冷蔵庫に入れて、つけていきます。だいたいね、2週間ぐらいでね、つけ上がるかなと思います。はい、漬け込みからね、2週間。梅酢がすごいね、こう出てます。思ったよりピンク色にならなかったなという、ちょっと。この赤いとこがねまだ残ってる、印象ですかね。はい、しっかりとね、梅酢が上がってつけ上がったかなと思います。ジップロックのまま保存してもいいんですが瓶にね、入れ替えるとまた便利かなと思います。この瓶はこれです。ダイソー100均で、200円で売ってるものですね。こちらにちょっと入れ替えていこうかなと思います。煮沸消毒して乾燥させた後、漬け込みの際にね使ったこの焼酎これでね内側をねちょっと拭いて殺菌してやろうかなと思います。保存の容器はこのゴムのパッキンのついたもの、しっかりとねこう密閉のできるやつこれがね、いいかなと思います。まあ、ジップロックで保存しておくよりは瓶とかにね詰め替えた方が見栄えもね、あと保存性もいいのかな。袋でねこんな感じで取っておくよりはね、いいかなと思いますんで。はい、じゃあ入れ替えます。お、香りがすごい。もう香りがはいちょっとね雑なんで私もこのままいきます。はい、何かしゃもじ等で少しずつ入れてやった方が本当はいいのかもしれませんが、ドサドサっとやらせていただきます。香りがすごいぞ。もういい匂いがすごいする。はい、こぼさないようにぴったりだなこれ。よし、いい感じ。お、1個残った。よいしょ。はい。蓋したら見えないか。はい、こんな感じでね、瓶詰め、にして入れ替えて、保存していただければと思います。
塩分濃度的には、10%、500g の梅に対して 40g の塩と大さじ2杯のにがりですね、入れてるんで、10% 前後かなと思います。保存するにはね、10% ぐらい、すごくね、最適かなと思いますんで、日持ちは半年ぐらいはね、するかなと思います。夏の暑い時期用にね、ちょっと塩分高めでね、想定して作ってますんで、8月後半ぐらいまでにね、食べきってもらえるのが一番いいかなと思います。梅干しみたいにね、干すわけじゃないんで、もうこの状態でね、やっていくので、すぐ食べきっちゃうよな。1個ずつ使ったとしても。はい、という感じです。よし、OK。そうか。1個食べなきゃいけないのか。はい、取り出して食べてみましょう。はい、ではね、付け上がりいただいていきますよ。赤く色づいたのは、すごく見栄えがいいな。もったいないから下のやつにしよう。はい、ということで、一粒いただいていきます。いただきます。聞こえるかな、これカリッとしてるこの。しっかりカリカリです。歯ごたえがすごい。うまい。爽やかな梅の香り、こう酸味がねバーッときて、その後に塩味がゴゴッとね襲ってきます。めっちゃうまいぞこれ。わー、うまい。なんか飲みたい何かご飯が食べたいみたいな感じになるこれ。わー、すごいうまい。これはね、青梅とか南高梅とはねまた違ったね、うまみありますんで、濃いめの時期ね、ほんと短いんでね、もう見かけたらすぐにね、買ってもらって、チャレンジしていただければと思います。はい、今日はね、濃梅、カリカリ梅、通常一般的には卵の殻使いますが、卵が苦手な方、ちょっとね、なんか嫌だなって方用にね、にがりを使った、漬け方をね、今日は紹介させていただきました。今日もね動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。